ね、田舎の人たちはあなたの日本語をそこまで気にしてないということです。ね、はい、皆さんに質問があります。皆さんが日本人と話すとき、この発音間違ってたらどうしようとか、この日本語の文法合ってるかなって不安になったことはありますか？ありませんか？はい。もしね、思ったことがある人、答えがイエスの人は、ぜひこの動画を最後まで見てみてください。で、そうじゃない人も見てください。はい。皆さん見てください。はい。ということで、私は四国の田舎、はい。四国の愛媛県の田舎に住んでおります。で、私の海外の友達をね、この私の地元に招待した時、遊びにおいでって誘った時の経験談から一つお伝えしたいことがあるんですけど、実はね、田舎の人たちはあなたの日本語をそこまで気にしてないということです。はい。ということで、本編に入っていきたいと思うんですけども、今日はね、田舎の町に来た外国人が日本語を使った時の田舎の人たちのリアクションについてお話をしていきます。はい。まずね、私の経験談からのお話にはなっちゃうんですけども、私の友達をね、地元のイベントとかお祭りとかに誘って来てもらった時のお話です。で、結論から言っちゃうと、世代によってね、その反応、リアクションっていうのはね、やっぱり少しずつ違うんですね、これ実は。はい。とりあえず私と同じぐらいの世代ですね。皆さん結構話しかけます。というより、英語が得意じゃなかったとしても、身振り手振り、ジェスチャーで、知っている単語を使って、知っている単語をね、総動員として、コミュニケーションを取ろうとしている人が多いです。文法とかはもう気にしてないですね。Your country, where とかLiving, Japan とかそういうね、コミュニケーションの取り方をします。はい。一方で、親世代ですね、は結構シャイな人が多いんじゃないでしょうか。話したい気持ちはあるけど、ちょっとでもやっぱり英語を話せないから、躊躇というかね、遠慮してしまう人が多い印象でした。はい。見て、笑顔になってるんですけど、それ以上は進めないみたいなね。はい。で、私の祖父母世代ですね。おじいちゃんおばあちゃん世代になると、これまた面白い。皆さんね、英語わかんないよ、わからんわからんと言いながら、笑ってるんですよ、顔は。でも、日本語でね、リアクションを返します。なんで、例えば、私の友達が、あー、名前はなんとかですってお話しした時に、あー、すごいなーとか、あー、日本語話せるんかとか、会話というより、日本語のこの自分の感情を日本語で返すという感じですね。で、私が、あ、日本語話せるよって言ったとしても、あ、わしはわからんから、いいわ、ええわ、とかって、どっかにいたりとかね。はい。一言一言で、会話をする、質問の会話をするというよりかは、リアクションを日本語でしがちかなと思いました。はい。で、ここでね、皆さんにもう一つ質問があるんですけども、もしね、あなたが日本人だった場合、日本語が完璧で、発音もネイティブ並みです。でも、偉そうで、地域のルールを守らない外国人に出会ったとします。はい。で、もう一人の外国人は、日本語はまだそんな、たどたどしい日本語を話すけど、ちゃんと律儀に謙虚にお願いしますとか、ありがとうございますって言いながら、一生懸命ね、知ってる日本語を使ってコミュニケーションをとってくれる、日本の文化を尊重してくれる外国人。あなたならどっちを歓迎したいですか？はい、もうこれは私は迷わず後者なんですけども、はい、これはね、田舎の人とか
私だからじゃなくて多分日本全国の人がそう思うんじゃないでしょうか。はい。これね、前回こちらでもちょっとお話ししたんですけどね。日本人は外国人が嫌いとかではなく、ルールを守らない謙虚じゃない人が好きじゃないので、もちろんそうやってね、日本の文化を尊重してくれる外国人の方はね、皆さんウェルカム、歓迎したいと思っておりますので、こちらは後者かなと思います。おそらく皆さんもね、逆の立場でもそうだと思います。はい。で、私たちはね、文法ポリスではございません。発音を採点する言語評論家でもございません。なのでね、実際に覚えているのは、あの人楽しそうだったよねとか、すごい礼儀正しかったし、謙虚だったね、なんか日本人みたいだよね、みたいなね、そんな人に来てほしいと思うのは当たり前かなと思います。はい。で、何回助詞を間違えたとか、ここの発音はこうじゃなくてこうなのに、なんかどうでもいいです。はい。本当に。はい。もちろんね、正式な日本語としては発音はフラットとかね、落ちるとか上がるっていうのはね、事実としてはあるかもしれないんですけども、実際コミュニケーションの中であなたの発音が下がるのに上がったとか、フラットなのに下がったとか、どうでもいいです。はい。ということで、私がね、結局皆さんにお伝えしたいことっていうのは、日本の都会に行こうが田舎に行こうが、日本語を上手に話そうとして、日本人みたいに早口にね、真似をしなくても大丈夫です。はい。というより、これはやめた方がいいです。日本人同士でもね、やっぱり早口で話すと、なんて言ったってなることがしばしばです。はい。だから、ゆっくりで大丈夫です。一語一語、一言一言、丁寧に話をするのを意識してみてください。その方がね、聞き取りやすいし、相手も安心して会話ができます。完璧な日本語っていうものを目指すよりも、目の前の人とちゃんとコミュニケーションをとって話そうとする、その気持ちの方がずっとから伝わります。たとえその発音がとか文法の語順がとかね、はい、間違ってたとしても話そうとする気持ちの方が伝わります。はい。なんでね、私がね、実際この田舎にね、友達を連れてきた経験、それを見た限りでは、皆さんその世代によってリアクションが違うっていうのは面白かったです。でも、誰も嫌な目で見たりとか、無視したりっていうのはありません。特にね、田舎って海外の人が、特に私の町は外国人が、なんていうかな、珍しいので、もし皆さんが日本に来て私の町に住んだら、一日って多分有名人になるぐらい珍しいです。はい。実は覚えておいてほしいのが、私たちも緊張している。話す側、皆さん側だけじゃなくって、私たち日本人も海外の方にいきなり話しかけられたら、日本語を使っていてもちょっと構えちゃうんですよね。ちょっと緊張しちゃう。そう、だからお互いにね、緊張してるので、はい。そこはね、私のこの友達がね、地元に遊びに来たその経験談を踏まえた上で、私が見た限りでは、世代によってリアクションが違うものの、皆さん、すごいウェルカムな感じでした。なので、ご心配なく愛媛に来た時はぜひ日本語いっぱい使ってみてください。はい。今日は聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。